1281年夏、対馬の武士たちは海を見て絶句した。水平線が消えていた。4400隻、14万の兵。これは戦争ではない。これは島国一つを地図から消す作戦だ。鎌倉武士に残された選択肢は一つだった。死ぬまで戦い続けることだ。だがその朝、玄界灘の霧の中から見たことのない形の船が現れた。もし現代の護衛艦が元寇と戦ったら、さあ俺の妄想に付き合ってくれ。フビライ・ハン、チンギス・ハンの孫。祖父が築いたモンゴル帝国はユーラシア大陸の大半を制圧した史上最強の征服王朝だ。中国、朝鮮、ベトナム、ペルシャ、すべてを征服しひざまずかせた帝国の後継者が次に狙ったのはこの島国だった。まず当時の日本の現実を知れ。文永の役から7年、鎌倉武士たちは必死に備えていた。博多湾には石塁を築き、お船で元の大船に夜襲をかけた。命を捨てた戦いだった。だが現実は残酷だった。鉄輪と呼ばれる爆弾が炸裂するたびに馬が暴れた。毒矢が雨のように降り注いだ。一騎打ちの文化を持つ武士たちに集団で囲む元の戦法は対処しきれなかった。そして今回の艦隊は前回の3倍。神風はまだ吹いていない。このままでは日本という国が消える。霧の中から現れたのは全長161メートルの灰色の鉄の巨艦。博多湾を守る武士の一人がつぶやいた。あれは味方か？護衛艦金剛、海上自衛隊イージス護衛艦、乗員200名。その艦は静かに元の艦隊へと向きを変えた。武士たちにはこの船が何者かわからない。だがその船は元の艦隊に向かっていた。それだけで十分だった。あれは我々と同じ側にいる。護衛艦金剛の兵称 VLS 垂直発射システム90セル。 SM2 ミサイルの射程は 170km。 元の艦隊が肉眼で見えるはるか手前から撃てる。54口径 127mm 速射砲、毎分40発、有効射程 23km。 鉄ハウの射程の約500倍だ。高性能 20mm 機関砲 CIWS、 毎分4500発。接近する船を自動で迎撃する。だがミサイルは90発、艦砲弾は有限、補給はない。対する元軍4400隻、14万人。そして博多湾の石塁には鎌倉武士たちが待っている。命を懸けてこの海を守るためにここに立っている。今日この戦場では護衛艦と鎌倉武士が肩を並べる。夜明け、元の艦隊が博多湾に向けて進軍を開始した。護衛艦のレーダーが全艦隊の位置を捉えていた。距離 150km。 最初のミサイルが発射された。元の水夫たちは空から降ってくる炎を見た。鉄は腕でも火矢でもない。音より先に船が燃えた。元の将軍は叫ぶ。どこから撃ってくる？敵はどこだ？博多湾の石塁で戦況を見ていた武士の一人が握り拳を固めながらつぶやいた。あの船が戦ってくれている。ミサイル残り82発。元の艦隊は止まらなかった。護衛艦の攻撃を受けながらも小型の快速船300隻が浅瀬に向けて突撃を開始した。護衛艦の CIWS が迎撃する。だが浅瀬には護衛艦は入れない。喫水が深すぎる。上陸しようとする元軍に対して
石類の向こうから鎌倉武士たちが動いた。護衛艦が遠距離から艦隊を叩く。鎌倉武士が近距離で上陸部隊を食い止める。750年の時を超えて2つの時代が同じ敵に向けて肩を並べていた。元の兵士たちは混乱した。生き残った者は後にこう語ったという。空から炎が降り、陸には鬼がいたと。護衛艦の艦長は石類の武士たちを双眼鏡で見た。刀と弓だけで圧倒的な数の元軍に立ち向かっている。あいつらは強い。思わず口からその言葉が出た。ミサイル残り40発。ミサイル残り20発。撃沈。大破した元の船推定1200隻。しかし3200隻がまだ動いていた。艦長は決断した。残弾を上陸部隊の集中している地点に絞る。鎌倉武士たちへの援護射撃に全力を使う。護衛艦の艦砲が博多湾岸の上陸部隊に向けて火を吹いた。目の前の元軍が一瞬で消えた。今だ、突撃！鎌倉武士たちが石類を飛び越えた。そして最後のミサイルが発射された。残弾ゼロ。護衛艦の砲声が止まった。だが鎌倉武士たちはまだ戦っていた。護衛艦が時間を作った。武士たちがその時間で戦い抜いた。夕暮れ、元軍の艦隊は撤退を始めた。最終結果、撃沈。大破した元の船推定1500隻以上。元軍死傷者数万人規模。日本への上陸は阻止された。護衛艦は戦い抜いた。弾薬は完全に尽きた。艦隊にダメージはない。だがもう戦えない。鎌倉武士たちの損害も甚大だった。石類を守り続けた武士の何割かは戻らなかった。これは完全な勝利ではない。護衛艦一隻と命を懸けた鎌倉武士たちがギリギリで守り抜いた。それだけだ。だがそれで十分だった。日本という国は今日もここにある。史実の神風の代わりに今日の神風は護衛艦の鉄と火薬、そして武士の刀だった。だが話はここで終わらない。史実では弘安の役の翌年1282年、フビライ・ハンは3度目の日本侵攻計画を立てた。約3000隻の造船を命じた。今度は護衛艦の弾薬も鎌倉武士の体力ももう残っていない。幸いにも史実では木材不足と国内反乱で計画は頓挫し、1294年フビライは死んだ。しかしもし3度目が来ていたならそれはまた別の妄想だ。これが深夜に頭から離れなかった俺の妄想の答えだ。一つだけ聞かせてくれ。もしフビライの3度目の侵攻が実現していたら、護衛艦なしの鎌倉武士たちだけで守れたと思うか？守れたか、さすがに無理だったか、コメントで教えてくれ。もし楽しんでくれたなら高評価とチャンネル登録頼むね。それだけで俺の深夜の妄想は続けられる。次回も俺の妄想に付き合ってくれ。